こんにちは、ゆこゆこです。ご視聴いただきありがとうございます。このチャンネルではミニマリズムの考え方を取り入れ、人生の後半は時間セレブに過ごすと決めた私が暮らしを見直していくチャンネルです。その過程で捨て活や整理を進める中、夫と大学生の子どもたちはどんな感情を抱いているのか、今回の動画では我が家でのエピソードを交え、恥ずかしい面もあるのですが、家族が実際に見せたリアルな反応4つをお話ししたいと思います。暮らしをすっきりさせたいと思っていても、家族のことを思い、なかなか思い通りにはいかないと感じている方、捨て活を進める中で家族との温度差を感じている方、また子供が大学生に成長したらどんな暮らしになるのかご興味がある方の参考になれば嬉しいです。ぜひ最後までご覧ください。それでは行ってみます。一つ目は、物が見つからないとすぐにあれ捨てたでしょと犯人扱いされることです。我が家は4人家族です。普段は夫婦2人暮らしで、息子と娘はそれぞれ遠方の県で大学生活を送っています。帰省は主に春、夏、冬の長期休みで、最近は家族旅行を兼ねて子供たちが暮らす県の近くを巡ることも多いので、実家で過ごすのは年間20日ほどでしょうか。捨て活中、物の配置も絶えず変わっていますので、大学の休みに入り、久々に帰省した子どもたちは、昔の定位置からアップデートされていないため、どこに何があるかわからなくなってしまうことがよくあります。例えば、食事前にカトラリーが引き出しに見当たらず、バターナイフ捨てたでしょとか、お風呂から上がってドライヤーがちょっと見て見当たらないとすぐに捨てたでしょう。まず疑われます。最初は焦ることもありますが、これも私がやっている捨て活の影響だと感じ、少し笑ってしまいます。捨て活中、家族が必要としているものをきちんと守りつつ、これからも暮らしの見直しを進めていきたいと思っています。2つ目は、自分たちの部屋もすっきりすると気持ちがいいよと言って、何度か捨て活をお願いしてみたけれど、少しうるさく感じさせてるみたいです。家に住んでいないからこそ、普段の部屋の掃除は私が行っています。いなくても埃は積もるので、使われていないものについ目がいってしまいます。それで帰省して実家で過ごす貴重なリラックスタイムのはずが、つい言ってしまうのが、自分の部屋でいらないものを片付けてと。今回はそんな2人の潔い手放し方をご紹介します。まずは息子の話ですが、部屋にあるもの全部いらないというのが息子の答えでした。全部？本当にいいの？と。高校時代夢中になったアイドルの推し活グッズや卒業アルバム、卒業証書まで全く未練がないというのです。私の方が、本当に捨てちゃっていいの？と戸惑うレベルでした。そして今回机と椅子まで手放すことに。話し合いの結果、部屋に残ったのは卒業アルバムと思い出写真だけになりました。ちなみに息子の一人暮らしの部屋も物が少なくて割とすっきりしています。続いて娘の話です。我が家は湿気の多い地域にあります。実家に来るときは持参した洋服を着るので、実家の引き出しから服を取り出すことはほとんどありませんでした。
そして今回、久しぶりに引き出しを開けてみると、ほとんどの服にカビが生えていたんです。もう着れないし全部捨てるしかないなと迷うことなくサクサク手放していきました。結局残したのは思い出品と漫画だけ。またいつか着るかなとか悩む間もなく一気に捨て活が進行しました。まさにカビが全てを決めた瞬間でした。持ち主が長い間手入れをせずに放置しておいた場合に起こり得る状況をそのまま目の当たりにした出来事でした。次は3つ目。帰省の時しか使わない子供たちの専用食器をなくして紙皿や紙コップにしたいと言ったら家族がしょんぼり。夫婦2人暮らしになって普段は最低限の食器だけで十分。収納スペースも有効活用したいし、帰省時の洗い物も減らしたいし、紙皿や紙コップを使ってもいいかなと思って、もう手放していいと娘に相談してみました。娘はそれはちょっとなんだかしょんぼり。でもすぐにその代わり可愛い紙皿や紙コップにしてくれたらいいよと提案してくれました。そこで気づいたんです。もしかしたら家族なのに来客扱い？自分の食器がないのは寂しいという気持ちがあるのかもと。普段は気にしなかったけれど、娘の言葉ではっと気がつきました。食器はただの道具じゃなく、家族の居場所の一部で、急に全部なくしてしまうのはなんだか寂しさを感じさせるのかもしれないと。ちなみに子供たちが帰省する際には毎回何食べたいと家族 LINE でアンケートを取ります。すると毎回出てくるメニューは手巻き寿司、焼肉、鍋、ピザ、たこ焼き、お好み焼きなどホットプレートやコンロを使うパーティーメニューが多く、改めて振り返ってみると、我が家ではいつも大皿を使ってみんなで取り分けるビュッフェスタイルが定番でした。そうなると自分専用の食器がなくてもこれで十分じゃないと。息子や娘が昼間は外に出かけることが多いので、朝食は和食や洋食もワンプレートで盛り付けることが多いんです。片付けも楽で、お皿が大きいとパンくずなどでテーブルも汚れませんし、何よりみんなで大皿を取り囲む感じが楽しいです。再度、娘と息子にお茶碗とお味噌汁の白碗を手放して、みんなで大皿を取り囲んだり、ワンプレートに盛り付けるスタイルにしようと思うんだけどどう？と聞くと、二人ともそれならいいよとあっさり OK。こうして子供たち専用食器を手放し、収納スペースもすっきりし、帰省した家族も無理なく過ごせる大皿スタイルにシフトしました。4つ目は、捨て活に勤しんでいたら家族会議が始まりました。ミニマリストに憧れ、せっせと物を手放す日々。すっきりした部屋を見渡しながら自己満足していたところですが、夕食で家族会議が開かれました。娘からは、捨てるのが目的じゃないからね、不便にしないでよと。確かに快適な暮らしが目的なのに、いつの間にか捨てることが正義になっていた気もします。息子からは、そもそもテレビって見てる？家電とかいらなくない？と。スマホ一つで大抵のことはできるので、今時の考え方ですよね。夫からは、大事なものがあるならば、全力で反対しておいた方がいいと。確かに勢いで手放すと、
後悔することもありそうです。だからこそ特に離れて暮らしている家族には、個々の持ち物は絶対に勝手に捨てないようにして、帰省時や LINE で事前に確認しています。また、夫の価値観も尊重したいと思っています。私はテレビをほとんど見ませんが、夫にとっては休日のテレビタイムが大切なリラックスタイムです。また、夫は古くなったテレビももっと大きな画面のものに買い替えたいと思っているようです。ミニマリストを目指して物を手放していると、家族の反応もいろいろです。驚かれたり、寂しがられたり、時には心配されることも。でも、それは単なる物の域を超えて、自分や家族の価値観を見つめ直す時間にもなり、また時間が経つと確実にその価値観も変わっていきます。無理せず家族の気持ちに寄り添いながら本音で話し合い、心地よさを一緒に作っていけたら素敵だなと思います。家族と調和した上で暮らしを整えることは時に難しいこともあり、それをゲームみたいに試行錯誤し、また大切なのは心地よさと家族の笑顔なので、焦らず楽しみながら家族との暮らしを作っていきたいと思っています。今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。ご家庭それぞれのスタイルがあると思いますが、今はまだお子さんが小さい方も、大学生くらいになったらどうなるかなと想像してみると、もしかしたら今の暮らしのヒントが見つかるかもしれません。子供たちが成長すると、意外と客観的に今の時代に合った暮らしについてもアドバイスをくれたりするので、一人で突っ走るのではなく、家族と一緒に楽しく暮らしをアップデートしていけたらと思っています。これからも時間や気持ちに余裕が生まれ、自然と時間セレブな暮らしにつながる動画をお届けしていきます。少しでも共感していただける部分がありましたら、ぜひチャンネル登録やグッドボタンをいただけますと、動画制作の励みになります。またコメントもお待ちしております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。素敵な一日をお過ごしください。今